Hello，大家又几天不见啦！是的，我还是决定再把自己的身体养好一点，再继续上工，绝对不是要给我的偷懒找借口哈。回归正题，伪装的真实之吻番外篇，本系列真正意义上的最后一集。这集应该就是要来演他们出去旅行的剧情了吧？他们心心念念的好几集的旅游，以及给所有的人物、所有的登场的那些同事同僚们一个最后的收尾吧。我们一起来看看吧。そろそろ準備しろよ。ああ、もう起きる。浮かれてる。一緒に旅行初めてだし、俺がこの旅行をどんだけ楽しみにしてきたか。お前には分かんねえだろうけど。分かってるよ。小梁现在都用这种方式在撒娇哦，你都不懂我有多期待，你都不懂我有多喜欢。那个店员阿嬷在看他们，看小情侣谈恋爱太幸福。旅行なんていつぶりだっけな。大学の頃よく行ってたらしいな。ああ、二見から聞いた？友達同士の気軽な旅行と見せかけて、実は口説いてたとか。え？やたら慣れてるし、いろいろ段取りとか。別に慣れてるわけじゃん。慣れてるだろ。口説いたり、男抱くの。あの時そう言っただけで別に。でも嘘じゃないんだろ。哎，你们怎么是两个 single bed？善のこと忘れようと思ってちょっとやけになってた時期はあったけど。哎呀，え、そんなんなるくらいなら連絡してくれればよかったの。俺なりにけじめつけようとしたの。小泉其实很期待你早点跟他恢复联系呀。大学に入ってから俺に連絡しようって思ったことある？待ってはいたかもな。お前からの連絡。嗯，だってお前俺にみじんも興味なさそうだったじゃん。勝手に俺の感情を決めんな。自己完結男。小梁委屈。もっと早く連絡取ってたらもっと早くこういう関係になれたかもしれないってこと。取り戻せばいいだろ。これから一緒に過ごす時間の方がずっと長いんだから。小泉现在有比较愿意讲这种话了。そうだな。那个剪辑的灯光还配合他按下来。他们两个自己吃东西就比较放松哈，用手直接抓鱼起来啃，没那么多讲究的礼仪，这是小情侣亲近的象征。善と一緒にやりたいことリストまず一つ達成できた。映画、夜のドライブ、キャンプ、釣り、あと海外旅行。体力作りするか。運動系の勝負で勝てたことないし。勝つためかよ。付き合うためだ。不要再逼小泉了啦，他讲这样够害羞考え了。ろよ。先に寝られたら困るから。どうせ寝かせるつもりないだろ。俺が今したいこと当ててみて。这种配乐ちょっと早いけど誕生日おめでとう。啊，嗯，年代假。身につけるものがいいかなと思ったんだけど。お前のことだから指輪でも用意してるのかと思って。指輪でよかったのか。ほら、あげていい？いや、後にしろ。早くしないと本当に寝るぞ。哇，天哪，这真的跟我前面认识的小泉好不一样哦。谁？誰だよ。二見だ。最後あんな風に別れちゃったし。亮は俺の恋人だ。電話してやれよ。何回も邪魔される方が嫌だ。你们不是昨天晚上就说要打电话跟他讲的吗？还没有先解决好再来旅行哦。小梁，这是你失职哦。哎呦，
你这样子弄得小梁没办法专心讲电话了。隔着玻璃，我都可以想象他们开始争执了。别以为你撩完我可以跑。リベンジさせろよ。先に我慢できなくなった方の。什么东西啦？不要这样吧！又是第一集的比赛是吧？干嘛办这种折磨人的比赛？哇塞！哇塞！浴衣やばい。お前もな。天哪！比穿浴衣更作弊的是半露相间穿浴衣。勝負は俺の勝ちな。はいはい。分かったよ。何してほしい？住むか一緒に。这变成是在奖励他。同棲するってこと？なんで急に？前から考えてた。会えなくてすれ違うのもう嫌だし、俺ももっとお前と一緒にいたいし。哇，是认真对待他们的感情。それ本気で言ってんのか？冗談で言うかこんなこと。いやマジか。最高のサプライズプレゼントすぎる。大げさすぎる。覚悟しとけよ。俺の愛は重いからな。どうせすぐ追いつく。我觉得现在的小梁也有变得更放肆哦，没在忍了哦。哎呦，出门逛街也没再避讳谁了。啊，你们同居就搬来小梁家呀？改めてお疲れ様でした。乾杯。两个人在应酬的时候坐一起哦，所以现在公司都已经知道他们的关系了。俺このタイミングで姉が結婚式挙げて。そら参んな。四谷さんはどうなんですか？お、彼女さん、結婚の予定とか。そうですよ。所以他们根本还不知道他们的关系啊。首藤さんも同棲までしてるんだから。只有这个二件。考えてはいるかな。首藤さんは？いやまあそんな結婚とかそんな簡単には考えられないよ。哇，现在会帮他们演路了準備も余裕哦。あんで。考えてるに決まってんだ。付き合うって決まった時から覚悟は決まってる。小梁在旁边听得好爽哦，二件还是好傻眼。お前らそれぞれ相手のどこに惚れたんか。詳しく。いろいろあるけど全部かな。我喜欢全，喜欢全部。俺にも誰か紹介するよ。いないですか？哎呀，プロポーズされた覚えないんだけそれは善はさ、いつも俺との未来のことをちゃんと考えて話してくれるだろ。本当そういうところが好き。どこに惚れたかは聞きたかったな。ど。そういうのは二人きりで言うもん。今期の成績は引き分けだったからな。哦，好きなところ10個言ってもらおうかなって思ってて。来年リベンジかな。張り合いがないって言われたら困るからさ。まだ根に持ってんの？そんなの心配しなくて。もうただのライバルじゃないんだし。引き分けだから半分の5つな。好きな。可以感受到小泉还是有一点傲娇，有点别扭，可是还是在尝试努力的说出自己的感情哈。どんな関係の時でも高校の時からずっと亮といる時が一番楽しい。俺亮といる時の自分が一番好きだ。啊，你让小梁这样在大街上就要忍不住了啦。おい。俺さ、善と付き合ってから夢みたいなことばっかりだ。これからも現実にしていかないと。寒い？平気。还是盖一下被子吧，这样子还是不太好啦。好きだ。なんちゅう顔してんだよ。お前は本当に俺のことが好きだな。愛してる。哇，ずっと一生。这样看来他们不结婚也没差了啊。せーの。哎呀，なんだよお前それ。
お前こそなんだそ两个都有点傻眼哦，怎么会是对方先向自己求婚？なんで同じタイミングで同じもの用意してんだよ。れ。いや、俺はずっと前から用意してる。いや俺も还是要比何の日でもないだろ。何の日でもないからだろ。サプライズなんだから。哇，根本心有灵犀呀、太配了。なんか俺たちらしいな。哎呀，これからの一生二人でバカな勝負しような。変なプロポーズ。对，用这么浪漫的语气讲这种幼稚的话，しっくりくんなら。今期は俺の勝ちだな。哎呦，はあ？めでたいだろ。どうせまた利益で勝負だとか言ってくるんだろ。あの二人きっとお互い結婚してもあのままなんでしょうね。さあな。果然还是不在不知情的情况下道出了真相哈。两个人结婚之后还是这样。残りの5個は今晩行ってもらおうかな。まあ勝者の言うことは絶対だからな。好啦，番外篇也结束了，这个系列真的走到终点了。这个特别篇呢，就是让我们看看两个人平息了所有的冲突之后，会过上怎么样的婚后生活啦。所以其实可以很明显的看到，这一集的冲突，这一集的剧情变得平淡了，不再像前面那样子不灵不灵的火花。毕竟前面的很多冲突，其实都是两个人在感情里的一些不成熟造成的嘛。小泉的傲娇不坦率，跟小梁的自以为的隐忍克制，其实都是造成他们两个感情不顺畅、感情居域的来源。在上一集说开之后，这一集还感觉一切就是这么的顺利，但是好像少了一点喜剧效果，所以就当做是一个特别篇的礼物吧。所以我觉得这部剧的剧情到这边就很圆满了啊，其实不太需要续集了。当然要在一夕之间改变自己的性格、改变自己的缺点是基本上不可能做到的啦。但是从这一集我们可以看到两个人真的有在努力了。对小泉来说，虽然坦率的表达自己的感情可能还是有点不自在，但是他还是努力的说出来。就像在这一集看到的，每次看他那个表情都还是很别扭、很纠结，但是还是努力的说出自己对小梁的爱意。还有小梁哈，可以看到他这一集真的很不克制了，想亲就亲，想说喜欢就喜欢，想扑倒就扑倒。这倒没有啦，这倒没有，但是想做他都会直说的。本来看完的上一集，其实还不是很确定，他们的问题真的就这么一扫而空了吗？这一集就让我们看到了，是不可能所有的冲突在一次的沟通之后就直接化为乌有，但是在每一个平凡的日子里，努力去说，努力去听。用真诚的语言化解每一次的冲突，那就是幸福了吧？故事就到这边结束了。小梁、小泉和我们都会在各自的生活里幸福下去的。下次见，拜拜。